はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。前回に引き続きまだ新潟にいます。はい。私は今全然元気ではありません。ね。ちょっと大事件が、この私の人生においての大事件が起こってしまいまして、今、だいたい、免許合宿に来てから1週間が経ちました。はい。今、まだ知らない人いるかもしれないんですけど、運転の免許を取るために新潟まで来てるんです。詳しくは一つ前のエピソードをご覧ください。はい。お聞きください。はい。で、1週間経つと試験があるんですよね。仮免許試験という試験なんですよ。1週間いろいろ車の運転をしたり、その授業を聞いたりして、ちゃんとテストにクリアしたら、実際の道、本当の道路、今までは学校の中にあるその練習用のコースで走ってたんですけど、その仮免許に合格したら、本当の道路に出て練習ができるようになるんですよね。そのためのテストがあって、どんなテストかというと、簡単にコースを回ったりして、ちゃんと交通のルールを守れているのかとか、ちゃんとカーブとかね、できますかみたいな。はい。そんなテスト。と、あともう一つは、もう一つは、書くテストですね。簡単な道路のルールとかのテストなんですけど、これ、落ちる人ほぼいないんですよ。そう。特に合宿。はい。通いで、通ってる人泊まらないで、合宿に参加しないで、普通に学校に通ってる人は結構落ちる人いるんですって。勉強不足だったりとか、運転に、例えば、1ヶ月間、仮免許の試験のための勉強をかかってしまうと、運転に全然慣れてない。1週間に1回しか運転してないから全然慣れてなくて落ちちゃったり、自分で勉強しなくて落ちちゃったり。でも合宿の人たちは、この1週間毎日ちゃんと運転して、毎日勉強してるから、結構落ちる人っていないんですよね。そう。いないんですよ。はい。そう言われてました。仮免でね、しかも合宿でね、仮免許のこと仮免って言うんですけど、仮免で落ちるやついねえよな、みたいな話とかも、私が学校に行く前からいろいろ聞いてて。で、同じスケジュールで一緒に、勉強してた、仲間もいて、大丈夫大丈夫みたいな話してたんですけど、と、私、仮免許、落ちました。はーい。もうね、びっくり。私、びっくり。私、本当に、仮免許落ちるやついんのかなってずっと思ってたの。いたわ。ここに。はい。何があったかと言いますと、車の運転の方は大丈夫だった。何にも問題なかった。車の運転、はい、はい、大丈夫です。はるかさん大丈夫ですね。合格です。みたいな。問題はね、書くテストですね。はい。私さ、本当にもうね、もう、穴があったら入りたいっていう気持ち。一応先生じゃん。私って日本語の教師じゃん。で、JLPT のテストとかもさ、指導してるわけよ。なのにさ、誰でも受かるみたいな言われてるテストに落ちたんだよ。やばない？もうやだ。本当に。なんで落ちたんだろう。もちろん勉強しましたよ。もちろんちゃんと勉強して、本当にちゃんと勉強したんですよ。っていうか、一緒に受けてる、同じ時期でスケジュールで合宿に来てる人ってもう二人いるんですよ、男の人が。この二人よりも、勉強してたんですよ。で、この仮免許を受ける前に、模擬テストっていうのを受けなきゃいけないんですよね。その模擬テストに合格してないと、そもそも仮免許
のテストはできないって言われてるんですよね。そう。で、私、仮免許の前のその模擬テストは、まず、3回やってるんですよ。で、合格。で、最後は満点なんですよ。100点。100点で、インターネットとかにも模擬試験とか、練習テストとかがいっぱいあるんですよね。それもしっかりやって、いろんな YouTube とかも見てやって、だいたい合格なんですよ。てか、ほぼ、もう90%以上私は合格の結果があって、あ、大丈夫大丈夫と思って、私は大丈夫大丈夫と思って、当日テストに行ったんですよね。で、その模擬試験とかでさ、全部合格だし、満点100点取ってたりもしたからさ、隣で一緒に受ける男の子たちが、すごい不安がってたの。大丈夫かな俺みたいな。すっごいさ、めっちゃお姉さん的な感じで、大丈夫だよみたいな。基本的なことだから、みたいなこと言って、私、落ち着いてやれば、落ち着いて文章を読めば、大丈夫だから。しかも、丸か×かのどっちかだから、みたいな。大丈夫大丈夫みたいな。そんな緊張しなくていいと思うよ、とか言って。そんなこと言ってたのに、私だけ落ちたの。なんでみたいな。本当にショックだった。やばすぎた。あのショックレベルはね、この人生の中でトップ3に入るぐらいのショックレベルだったね。うん。結果発表なんだけど、合格です、不合格ですって言われるんじゃなくて、私だけ名前が呼ばれなかったのね。なんとかさん、なんとかさん、こっちに来てくださいって言って別の部屋に呼ばれたの。で、私だけ呼ばれてなくて、あれみたいな。で、もう一人、合宿じゃなくて通ってる人で受けてる人も呼ばれてなくて、二人だけ呼ばれてなかった。あれみたいな感じで。おかしいな、みたいな感じで。で、その10分後ぐらいに私とそのもう一人の会話の大学生なんだけど、その子が呼ばれて、そしたら、はるかさん、あと1点でしたって言われて、みたいな。あと1点なのみたいな。不合格なんですか私みたいな。そうですね。不合格なので、はるかさんは、1日スケジュールが長くなりますって言われて。そう。2週間の予定が2週間と1日に伸びました。こんな屈辱はないですね。超悔しかったですね、その時は。そう。で、隣にいた通いの大学生は全然勉強してなかったらしいから、全然俺は落ちて当たり前なんでみたいな感じだったの。でもさ、へこんでたので結構。でもショックだったっぽくて落ちたのが。だって簡単なテストだから。だけどさ、勉強してなくて落ちたやつと、一生懸命勉強して落ちたやつの、ショックレベルって全然違うわけよ。もう私泣きそうになっちゃって、本当に。もう、私落ちたのみたいな。嘘でしょみたいな。一応、職業先生なんだけど、みたいな。で、そのテストの後に、車の運転があったんだよね。でもそれってテストに受かってないと次のステージに行けないのよ。レベル2になるわけよ。だから私だけそのスケジュールがなしになって帰らされたの。あ、もうはるかさんは今日は終わりなんでまた明日テストを受けてくださいって言われて帰らされて。他の一緒に頑張ってた合宿の仲間たちは二人は違うスケジュールで車に行って一人だけバスに乗って帰らされてもうね超恥ずかしかった。もうそこの学校にいるその先生たちとか職員さんいっぱいいるんだけど、みんな私のことをすごいかわいそうな感じで目で見てるのよ。落ちちゃったんだねみたいな。すごいこうすれ違うと頑張ろうねとか明日は大丈夫だよとか言われるんだけど、逆にそれが傷つく。めちゃくちゃもう何も言わないでほしいみたいな。そう、あと1点だったんだねとか言われて、いやいい、そういうこと言わなくていいからみたいな。で一人で家に帰って、で本当に本当に悲しかった。本当に悲しかった。ショックすぎて。なんで落ちたかっていうのは自分的に考えたんだけど、まず、2問ぐらい、間違えて覚えてたことがあったのはもう見つけた。で、これ90点以上なのね。そう。
で、2つ間違えてて、あとはね、どこが間違えてんのかも全くわかんないんだよね。教えてくれないんだよね。そう。多分、その一緒に通ってた友達が言ってたんだけど、多分私は逆にその模擬テストをやりすぎて、その、なんて言うんだろう。その文章を深く考えすぎたって。もっと簡単に読んでよかったのに、深く考えすぎたんじゃないかって言われて、確かにそうかもしれないと思って。うん。もっと、頭を柔らかくして考えた方が良かったのに、なんていうの。真面目にやりすぎちゃった。逆に。みたいな。まあ、運転はね、ロボットがやるもんじゃないので、はい。確かにな、と。常識的なことで考えれば合格してたかもしれないんだけど、っていう感じかな。はい、皆さんもね、お気をつけください。どんなに模擬テストとか直前まで自信があったとしても、何が起こるか分かりません。はい。私はすごく反省しました。すごくすごく反省しました。まあ、ということで、まあでもね、それは昨日の話だから、今日、もう一回テストを受けて合格しました。ちゃんと。はい。って感じでした。ショックです。はい。まあでも残り1週間、頑張っていきたいと思います。はい。まあ、皆さんもね、もしそういう経験とかあればぜひ教えてください。あんまないと思うんだけど。まあ、ということで、私の仮免許試験が落ちたよっていうお話でした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、ペイトレオン。こちらのメンバーも募集しております。ペイトレオンでは、私のボーナスポッドキャスト、お休みポッドキャストが聞けたりとか、私のブログが読めたりとか、このポッドキャストで出てきて、このポッドキャストに出てきた、日本語のフレーズとかを勉強できるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。ちょっとペイトレオンの更新ができてないんですけど、ちょっと合宿終わったらできると思います。ちょっと忙しくてすみません。はい。あと、シャドーイングコース、こちらのコースも募集しております。発音上手になりたい人とか、ぜひ参加お待ちしております。はい。あと、私のポッドキャストのチャンネルの方、Apple Podcast とか Spotify のチャンネルの方に、新しいシリーズ、スモールトーク、私の小話を、アップしてます。5分ぐらいの簡単なお話なので、お話っていうか私がただ、なんか日記みたいな感じですよ、私の。日記みたいな内容なので、簡単に聞いてください。ぜひ、よろしくお願いします。はい。とりあえず今日試験合格して、安心ですね。でも本当に昨日は、マジで、こんなにも自分が嫌いになったことはなかった。そう。マジで。昨日の落ち込み具合は本当にやばかったです。こんな、明るく話してるけど、昨日だったら泣いてた。ポッドキャストで。マジで。でも一人ぼっちだから泣くわけにもいかないしさ。皆さんお気をつけくださいね。こういうこともありますから。はい。ということで、また次回。さようなら。